かなり結構とってもと驚くですね。宙にふわんとこういう風に浮いて、皆さんこんにちは、シロサギです。おうち探検隊第4回目の動画となります。前回に取り組んでくださいとお伝えしていたことは、体の7箇所の長さを測るでした。皆さんいかがでしたでしょうか？探検隊メンバー全員がそれぞれに測り合いっこできました？大人の人にも参加してもらいました？さて、このおうち探検隊第4回目にして、いよいよおうち調査に乗り出します。が、その前に、ぜひお話ししておきたいことがあります。それは、こちらのテーマについてです。はい。人の体と家の仕組みです。せっかく皆さんそれぞれに測ってくれた体のサイズ長さとおうち建物との間には、こんな深いつながりがあるんだよということを前もってお話をしておきたいと思います。このつながりを知っていると知らないとでは全然おうち探検の面白さが違ってくるんです。ということでお話、まずはこちらのお写真から始めたいと思います。はい。これはですね、外国のお金、コインの表面に描かれている、絵の写真なんですけれども、お金コインといっても記念硬貨と言われるもので、ヨーロッパのスイスという国ですね。そこで今から20年ぐらい前にある建築家の誕生100年目のお祝いに作られたものなんです。その建築家というのは、はい、このメガネのおじさん、ル・コルビュジェという人です。かなり結構とっても有名な建築家さんです。次々にすんごいアイデアを考え出して、で、すんごい建物をいっぱいデザイン設計した人なんですよ。で、このコルビュジェおじさんが考えついたアイデアの一つがこのコインの絵なんです。ここに全身黒ずくめの人が立ってますね。おうち建物を作るときは、こういう風に人の、体のサイズのことをきちんと考えるとうまくいくよということを示している絵なんです。コルビュジェおじさんはこのアイディアに、はい、モドロールという名前を付けました。この絵はそのモドロールを説明する絵なんですけれども、と驚くですね、いろんな暗号がここには実は隠されています。今回は、そのほんの一部なんですけれども、そのことをお話しさせていただきながら、おうち建物って人の体と深いつながりがあるんだなっていうことをお伝えしていきたいと思います。ではですね、この絵をですね、ちょっと大きく拡大、アップにしてみたいと思います。はい。画面が切り替わりました。全身黒ずくめの人がアップになりましたね。このポーズ、皆さん覚えがありますよね。皆さんも前回このね、腕を上げての、長さを測っていただきましたね。そしてこの、黒ずくめの人の横にはですね、3つの謎の数字があります。432、698、1130です。そしてさらにちょっとこの絵をよく見てくださいね。この数字のこの横にですね、この枠からはみ出て線が突き抜けてます。このそれぞれの、線は体のサイズ、長さ、高さを表しています。一番上は、腕を上げた時の、手の先、腕上げ高さです。2番目は、ちょうどね、この頭のてっぺんのところに合わせてありますね。背の高さです。そして3つ目は、おへそ高さ。これも測っていただきましたよね。というふうに、4つのこの突き出た線、それの線と線の間のこの長さを
それぞれの3つの数字は表しているわけです。おへそ高さは床から1130、おへそから頭のてっぺんまでが698、頭のてっぺんから腕を上げた時のポーズの手の先が432というわけです。これは私たちが普段に使っているメートル法を使った数字。単位はミリになります。1130ミリなので、1メートル13センチ。698ミリは 69.8 センチ。432ミリは 43.2 センチですね。というふうに体の長さが示されている図なんです。ただしですね、この数字はコルビジェおじさんの国のごくごく一般的な、サイズ数字です。コルビジェおじさんはスイス生まれでずっとフランスでお仕事をしてました。なので、ヨーロッパの人たちの、一般的な普通の、大人の人の体のサイズ、バランス、プロポーションだと考えてください。なのでちょっと日本人はね、多分もうちょっと5センチ、10センチという風に、数字がちっちゃくなると思いますが、ここではコルビジェおじさんのアイデアを引き続き謎を解いていきたいと思います。さて、この3つの数字、432、698、1130にはですね、ある謎が、特殊な関係があります。何だと思いますか？ちょっと考えてみてください。はい。正解は、足し算の式になってたんです。432足す698は1130です。つまり、はい。おへそ高さ1130とおへそから上、手を上げた時の指先までは、ちょうど同じ数字になるよっていうことです。これは言い換えると、おへその位置っていうのは、こう手を伸ばした時、この腕上げ高さのちょうど真ん中、中間に来ますよということになります。コルビジェおじさんはですね、この3つの数字を使って、建物を考える、デザイン設計していくと、いろいろと便利に人間の体にフィットしたいい建物ができるよっていうことを、この絵にですね、いろいろと暗号を仕込んでいるんです。それをちょっとね、引き続きお話をしていきたいと思いますが、さらにちょっとこの絵を見てみましょう。この黒ずくめの人の横側にですね、いっぱいこう線がありますね。はい、ここの列にも、そしてさらに右の列にもあります。ここにいろんな秘密が隠されています。赤の列、青の列というふうに、呼ばれています。このそれぞれのですね、秘密をさらにですね、お話をしていきたいと思います。まずは赤の列からですね。今回はですね、この3つの線、ラインの秘密について謎解きをしていきたいと思います。まず、おへそ高さ1130ありますね。そして、この3つの数字のうちのこの一番上の432という数字に注目を、してみてください。この432を、はい、この部分に、つまり1130から432を引いたのがこの2本目のラインの高さになるんですけれども、引き算してみると698になりますよね。1130-432は698。これはですね、私たちの普段使っているテーブル、机の高さになります。おそらく皆さんのお家で使っているダイニングテーブル、食卓机だったりとか、大人の人が使っている勉強机、書斎机なんていうのは、この数字に近い高さになってると思います。お子さん用の、子供用の勉強机はもうちょっと低いかな。でも大人用の机は698、約770センチですね。70センチ、前後で机の高さっていうのは作られていることが多いんです。そして、この3本目の線ですね。これはですね、何の高さになっているかというと、今度は床からこの432っていうのをこうアップさせて足してみてください。つまり、この床から432という高さは、はい、椅子高さになります。
椅子のですね、こうお尻を乗せる、このお尻を乗せる、この高さがだいたいこの432、43センチ、40センチ、43センチ、45センチといった、高さになっていることがほとんどなんです。すごいですよね。この、1130と432という2つの数字だけで椅子の高さ、机の高さが出てきました。では今度はですね、この横っちょのこの青の系列の秘密もちょっと謎解きしていきたいと思いますが、その時はですね、今ここに出てきました266という数字。つまり、1130から1個目の432を引いて、2個目の432を引いた残りのこの266ですね。この266っていう数字が、この横の青の列の謎解きに使えます。はい。ではまた画面を変えましょう。はい。青の列になりました。青の列は、このおへそ高さ、1130の一つ上の線、ライン、この数字のちょっと秘密を暴いていきたいと思います。さっきの266という数字を使いましょう。つまり、1130に260を足したら、1396になりますね。これは、はい、私たちのお家の中では、インターホンでこの高さになってます。1396だから1400ぐらい、1メートル40センチぐらいですね。の高さに、インターホン、こう話しかけたり、こう覗き込んだりっていう風な高さになります。ではさらに、このおへそ高さ1130のこの下のラインですね。この高さは何になってるかと言いますと、同じように266の数字を使いましょう。今度は1130から266を引きます。引き算すると864になって、これは、はい、キッチンのカウンター高さがだいたいこの数字になります。864、850だったり900だったりっていう感じですね。これぐらいの高さになるとちょうどこうね、お料理とか作るのに、便利な高さになるんです。というふうに、コルビュジエおじさんはですね、人の体を元にしたこの数字をこう分かりやすく使うことで、家の中をこううまく使いやすくすることができるよっていうアイデアをこの絵にしたわけです。すごいですよね。これほどお家とか建物は人の体と深く結びついて考えられているんだな、作られているんだなっていうことをぜひぜひ覚えておいてください。はい。では、お待たせしました。第4回目動画で取り組みたいことを発表します。それは、はい、間取り図を描こうです。間取り図っていうのは、部屋それぞれの広さや部屋同士のつながり方を表す図です。自分がですね、この建物の上、宙にふわーんとこういうふうに浮いて、浮かんで、で、屋根とか天井を取っ払って上から見下ろした図だと考えてください。建物を作ったり、説明したりするときに一番基本の大事な図面なんです。いろんな描き方があるんですけれども、今回はこんな感じで描いてみてください。はい。これはですね、実はアニメ、漫画のサザエさんの磯野家の間取り図です。こんな風に部屋や場所を線で囲ってつなげていってみてください。今この間取り図の中に番号を振っていて、この横側にそれぞれの、番号の部屋の名前、場所の名前っていうのをこうね、並べてます。こうすると非常にわかりやすいですよね。磯野家の場合、はい。一番、玄関になります。で、玄関からこう廊下が続いていくんですけれども、このピンクのところがサザエさんと、マスオさんのお部屋、タラちゃんも一緒に暮らしているお部屋になります。で、この廊下を挟んだ向かい側4番が、カツオくんとワカメちゃんの子供部屋ですね。そしてその隣、この廊下の突き当たり、5番目が、茶の間です。茶の間ってわかりますかね。
リビングとか居間というふうに言われる、家族みんなでこうくつろぐ部屋ですね。そしてその下6番、客間です。お客さんが来た時に使うお部屋です。7番目、が台所、キッチンですね。その奥に8番、9番と続くのがお風呂、そして、洗面室です。この玄関から一番奥まった部屋10番が、波平さん、船さんのお部屋、お父さんお母さんのお部屋になります。この11番、長いこの場所は、縁側といって下に広がっている庭に面している、場所ですね。そして、12番目、トイレ、便所になります。こんな風にですね、色鉛筆を使って部屋ごとに色を変えると楽しいですよね。例えばお風呂やトイレっていうのは水を使うからこう水色とか、台所はこう野菜をね切ったり焼いたり煮たりするからこう緑色とかっていう風に、自分なりに、いろいろルールを決めるとまた面白いかなという風に思います。この間取り図はいわばおうち探検のマップ地図です。これが間違ってるとね、正しい探検ができません。いや、自分の家のことだからね、もう全部知ってるよって思いがちなんですけど、でもね、いざ、こう、図に書こうとすると、あれここどうなってたかなとかっていう風に分かってないところ出てくるもんなんですよね。そんな時は、その部分をしっかりこう観察、チェックしながら、こう一枚の紙に、家全体を書いてみてください。家が2階建てとか3階建ての方は、ちょっと大変なんですけれども、頑張って、各階ごとに2枚、3枚と、書いてみてください。隊員みんなで協力しながら完成させてくださいね。はい。おうち探検隊第4回目動画はここまでとなります。次回は、この間取り図を使って、そして、長さを測るために用意してもらっている、はい。このコンベックスを使ってですね、部屋の中のいろいろな部分の長さ調査に乗り出したいと思います。楽しみにしていてくださいね。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。では皆さん、次回またお会いしましょう。さよなら。